月刊エオルゼア新規プレイヤー増えてます。パッチ 7.5 どうだった？ MTST 分断に批判あり？話題盛りだくさんでお届けします。早速参りましょう。まずはゲーム内イベントから。今月の目玉はパッチ 7.5 彼方に至る道、メインストーリー、暁とウィンタラーが直接対峙、ハルマルトが良くて消極的で各共造世界のウィンタラー任せ、邪魔をするどころか情報を示して競争を促すっていうニュータイプ足縁感。あと早見さんの淡々とした中にある圧の演技が好きでした。いわゆるお使いクエストやインスタンスの戦闘がゼロ、話に没頭できるのでこれも好きでした。ストーリーについては感受性が低いんであんまり下手なこと言いたくはないんですが、世界統合の話をハイデリンが知らなかったとは思えず、お前人はもう大丈夫っつって丸投げしてきたのかよってちょっと引っかかったんですが、まあ新章だしね。うまいこと考察してる人がいたら教えてください。海外コミュニティの批判で世界の危機をエオルゼア同盟には報告しないのにホーリーボルダーには報告するのかって批判してて笑いました。いいじゃんホーリーボルダーさんに報告しても。バトルコンテンツ NO 討滅戦全然いいんですけど NO があまりにも解釈違いでした。めちゃくちゃ喋るやん。しかもいい声で。 BGM は原作と同様最後の戦いでした。私はこの曲が好きでまだ14をプレイする前、ネット上に転がる有志のミディファイルをおそらく聞き尽くしていたんですが、14プレイしてデルタ4後半の最後の戦いを初めて聞いた時の絶句したっていうか段違いで好きすぎて、やっぱプロすげえって思った衝撃が忘れられず、ゼレニアや永遠の闇の時もそうだったんですが、 BGM の元ネタが FF 過去作の時はいつもより気合い入れて攻略動画作ってます。5区は羽マウントの人気もあって周回も賑わってる印象。連帯責任が10くらいで DPS チェックも合ってないようなもんだったんで比較的マイルドだったのかな。ライトヘビー4層の輪炎エンリンギミックがゼレニアに落ちてきたのと同じように、ヘビー1層のヘルンやセルが今回 NO の雑魚フェーズに降りてきたので、過去の霊式でやった動きを5区に下ろしてるんだなって改めて思いました。あと難易度の話で言うと、それ以上に新 ID のクルティウス魔導交渉が今までの黄金 ID 何だったんだっていうぐらい簡単でしたね。以前 ID 進められずに引退するとは思わなかったっていうコメント複数件見てもったいねって思った記憶があるので、 ID はこれぐらいの方がいいなって思いました。ラスボスとユルスの会話演出が印象的でした。ウィンダス・ザ・サードウォーク、シャントットの5倍アルシャールが喋ってて草でした。私はジラードまでしかプレイできてないので2ボス以降は元ネタがわからずでしたが、11プレイヤーが喜んでいたのでいいです。4ボス最初の穴に落ちるやつはテンション上がりました。バストゥークぶっ壊しといったってフォローになってんのかなってないのかよくわかんない感じは好きでした。終わった後の同行クエストでトライオラ横断させられてちょっと嫌でした。11未プレイ勢の人が暗くて長くてだるかったって直球投げてて、まあ未プレイ勢からするとミソロジーオブエオルゼアに比べるとそう思うのも無理はないよなとは思います。こういうシリーズものは振れ幅が大事だと思うので、次エヴァでド派手に触れればいいんじゃないかなって思ってます。プライズの話、新たなミニオンやマウント、エモートも多数実装されて、おしゃれ装備はフーディやジーンズが多数追加されています。最近はソリューション9の影響か現代風の装備も多くてだいぶミラプリの自由度が高くなっています。あと24人高難易度レイド、滅暗闇の雲は制限解除で突入可能になって、高額マウントやハーフツインテールなどのアイテムが価格下落中ということで、今が周回のチャンスです。今ルーミング前に倒せるらしいですよっつってて、ルーミングってなんだっけって思っちゃったんですが、場所が入れ替わるやつですね。その前の豆腐見多少ミスってもご利用しできるらしく、まだの方はぜひ。ちなみに加減 IL クリアだと報酬 100% ドロップだそうです。フリートライアルで漆黒のヴィランズがプレイできるようになりました。ついに信者多数の漆黒が無料で遊べる時が。11とのコラボイベント星歌イブンが5月8日より再演、2015年が初演で今回で6回目の再演です。鎧系の装備が報酬でもらえます。5月25日まで。インゲームアイテムとしてスフェーンのコスチュームセットが発売されました。もともとデザイン自体も人気で発売を待ち望んでいた方も多いと思いますが、染色するとまた可愛い。ぜひミラプリして X に投稿してください。ここからはゲーム外の話題。今月最大のトピックは4月25日26日に開催された北米ファンフェス。基調講演のダイジェスト動画と感想動画を出しているのでそちらをご覧ください。そっちと被らないように触れると、次期拡張の白銀のワンダラーメディアインタビューかなんかで雰囲気だけではなく話も北米神話っぽくねって誰かがヨシピーに投げてて、鋭い、話見とくといいかも、お前の洞察力をリスペクトしてそこまで言っとく的なことを言ってました。基調講演以外ではバトルシステムデザイナーの玉木さんから新たなバトルシステムエボルブモードの実機説明が行われました。私がびっくりしたのは竜騎士のスキルスカイハイに 90% の火ダメ弦がついてること。もちろん減少量を大きくしすぎるとギミック無視できちゃうことを玉木さんは認識していて、 90% はあくまで現状の調整としていますが、でも 90% ってか 50% だったとしても、例えば4人割の攻撃を単バフバリア含めて竜騎士で一人受けするとかそういうことができちゃうんで、コンテンツの調整が大変そう。ギミックの抜け道が今後増えそう。ただ抜け道を見つけた時のチート感がおもろいっていう側面もあるので、結果的にギミックの方が台無しになっちゃうリスクをはらんでも最初のうちはピーキーなデザインになるといいなと思いました。エボルブモードは全体的に好意的に受け止められている一方、タンクジョブが MTST で専任化することへの批判が一部見受けられました。まず先に感想したこと言うんですが、新規の人だけを見据えるなら私はこの取り組みについては賛成
性です。もともとタンクロールって ID とかもそうですけど、少なくとも DPS ロールよりやっぱ負担が重くて、あと高難易度やるときも MTST は D1、D2 以上に動き変わってきますし、MT 締めとか別途コミュニケーションが必要なのも表則合ってないよなと思っていたので、ライトヘビーあたりから MT によるボス誘導の責任が増したのもあって、タンクロール全体の負担が増えたので、ここいらでいっそ分業化っていうのは理解できる。ただ批判してる人って、例えば戦士の俺が MT となって皆の盾になるっていう従来のロールプレイが崩れることを批判してる印象なので、その思いは誰も否定できないですよね。きっとこの先公開されていく追加情報でも色々出てくるんでしょうけど、各々が自分の思いに対して正直に発信すればいいと思います。最悪なのは黙って引退されることなので、ファンフェス絡みだとそれ以外ではヨシピーがプレイヤーからの質問に答える恒例の Q&A コーナーも開催。その中で今年の新生祭ではアルカディアの闘士たちに関する新たなエピソードが追加されることが発表。アルカディア好きの方には見逃せない内容になりそうです。それで思い出したんですけど、今年のエッグハントでグリダニアにアルカディア面がいたのが嬉しかったです。あと草刈りミニゲームがめちゃくちゃ面白くて笑いました。脱線しました。詳細は割愛しますが、ファンフェスのパネルにて AI 画像を投影させて批判浴びる一幕あり、別ゲーですが4月30日に NTE っていうオープンワールド RPG が発売されて、そこでも生成 AI 使っていない発言からの実は使っていたことが発覚して、今冷や水浴びせられてる状況なので、14もせっかく盛り上がってるところマジ気をつけてほしい。東京ファンフェスの情報も続々と公開中。開催は10月31日と11月1日。2日投資券の応募締め切りは5月10日。すでに周辺ホテルは高騰してるようなので、参加予定の方は早めの確保がおすすめです。公式サイトではプログラムやアクティビティ情報も公開中。チョコボレース VR やアルカディアくじ、謎解きゲームなど、前回のドームの時と同じく体験型コンテンツが充実しています。来場者特典も豪華で、メッセンジャーバッグ、帽子、ステッカーブック、エナメルピンセット、さらには記念のインゲームアイテムも多数用意されています。中でも注目はマウント、ハーディデイトナ、グランドマウントのスピード強化が可能で、実用性も高くて新パッチ環境でも活躍しそうです。ファンフェス以上、光の戦士の奇跡展が池袋で開催中。私もゴールデンウィークの最終日に行ってきました。これから大阪会場もあるので詳細は割愛しますが、ヨシピーが言っていただけあってテキスト量が膨大でした。エメトセルクを30枚ぐらい撮影してる人がいました。ハプティクスとか言わない方がいいと思いました。大阪会場は5月30日から6月14日。前売り券も一般販売中。グッズも新たに多数追加されて、中でもシャキーンキッチンタイマーが大人気で欠品中。奇跡店でもこのタイマーとギミック T シャツが売り切れてました。その他にもビッグタオル、トラベルポーチとかファンフェスでも使えそうな実用系アイテムも充実。今回グッズ量はかなり多くて物販だけでも楽しめるレベルです。e ストアで買える商品もあるので気になる方はチェックしてみてください。エオルゼアカフェが5月26日からゴールドソーサーフェス仕様に、7月にはスクエニ主催の音楽イベントゲームミュージックジャムレベル1にプライマルズと南條さんが出演。南條さんが出演ということであの楽曲の披露にも期待が高まります。グッズ関連ではクルルのドルフィードリーム化が決定。ポークスのカスタマイズドールシリーズで北米ファンフェスでも展示されていましたが、かなり精巧で完成度の高い仕上がり。これまでアルフィノ、アリゼ、ヤシトラが発売されて全て10万円前後ということで価格帯は高めになりそうですが、続々新作が出ているってことは売れてるってことなんでしょうね。その他 LINE 公式絵文字第2弾も登場。日常でも使いやすいラインナップです。さらに去年の12月に開催されたエオルゼアンシンフォニーのブルーレイが6月24日に発売。スマイルと記憶幻想のオーケストリオンフも手に入るので、自分のハウスで流したいですね。オフラインイベントは以上です。続いて今月私が出した動画の紹介。7.5 の前までは 7.5 やファンフェスの要約やら感想やら、7.5 が出てからは攻略動画ですね。極 NO はいつもよりギミックの説明がむずくて苦慮しました。皆さんの好きなドーナツを教えてください。私はポンデ黒糖です。いずれも概要欄にリンク貼ってますのでご活用ください。話変わるんですが、最近14の新規増えたっていう話を目にします。断言します。増えてます。感覚で言ってるんじゃなくて YouTube やってると色々定量的なデータが手に入って、14で言うと年齢層とか男女比とか、それは別ゲーと比べてどうかとかそういう情報ですね。で、サムネにも使ったこれなんですけど、これは私が数ヶ月前に公開した今更 FF14 やる価値があるのかの動画の再生数の推移です。明確に角度変わってるんですよね。これはゴールデンウィーク、要は休日だから増えてるんじゃなくて、アナハイムファンフェスの時から増えています。で、この動画おかげさまで比較的よく回ってるので、母数が多い分、この傾向っていうのは偶発的なもんじゃなくて、マジで気にしてる人が増えたと捉えていいのかなと。で、気にしている人が増えたっていうことは必然始めている人も増えてるはずです。なかなかアナリティクスの情報を面言以外で表に出すことしないんですけど、いい話なんで思わず公開しちゃいました。そんな情報を持ち出さずとも、ルレちゃんと回してる皆さんの方が実感してるのかな。フリータワーが若葉だらけでおもろいってポストあったし、その辺の肌感覚も教えてください。ストリーマーが14取り扱ってくれるおかげでって言ってる人もいたんですが、これ別にディスってるつもりで言ってるんじゃなくて、ストリーマーは面白そうなゲーム、あるいは注目浴びられそうなゲーム
ゲームに乗っかってきてるだけなので、これから面白くなりそうなゲーム、あるいはこれからプレイしたら注目浴びられそうなゲームに仕立ててくれている14運営ありがとうって思ってます。新規に対して我々経験者がどういう風に向き合えばいいのかっていうのはしばしば議論になりますよね。求められていないことまでベラベラ喋る気象時気象場になるなとか、基本的には見守ってあげて、求められたら親身にアドバイスするっていうのが定石な感じになってると思います。私も同意見なんですが、一個付け足すとすれば、もしその人を沼に引きずり込みたいのであれば、その人の発信に対してライトにでも反応を返すことが大事なのかなと思っています。14日記ポストにいいねつけるとか、私も動画投稿者としてあまり意識しすぎないようにはしつつも、やっぱり反応があるジャンルの方に引力感じてますし、いいねやリポストもらったら嬉しいとかっていうのは皆さんも同じですよね。そう言ってて、私も X の若葉ポストにあんまいいねつけてなかったなと思ったんで、もう少し意識的につけるようにします。最後に今後の予定、さっき言った通り5月30日から光の戦士の奇跡展大阪会場で開催。6月2日にはパッチ 7.51 が公開予定。主に絶ですね。プレイする方頑張ってください。以上、14で起きたことの共有でした。なんか他にもハラスメントした動画投稿者を開示請求したとか暗いニュースもあったような気がしますが、今月は一緒。あと速報、5月7日に公式からアナウンスがあって、14に使われているオリジナル楽曲を自社管理からジャスラック管理に変更したとのこと。主な影響としては、X とかに楽曲付きのプレイ動画をアップするのが禁止になります。アップするときは無音にしたり、サウンドエフェクトとかの楽曲でないデータをアップするか、YouTube にアップした動画の URL をリンクするようにしましょう。最近 X にも直接動画を上げていた私にとっても痛い話なんですけど、しょうがない。この取り組みのスクエニの狙いを想像するとシンプルに収益アップかなと。今まで我々が楽曲使っていたファンコンテンツを YouTube にアップしても、スクエニには一銭も金が入ってこないはず。ただ YouTube とジャスラックは包括契約結んでるので、今回から YouTube で14の楽曲使われると YouTube からジャスラック経由で権利者のスクエニにお金が払われるはずです。最近14はグッズに力入れてるのと YouTube のメンバーシップを開設してたので、今回のを含めて収益チャンネルを増やそうとしてるのかなと思いました。これだけ物の値段が上がっている中、堅くなに月額利用料が今の水準から死守されているので、稼げるところからはぜひ稼いでほしい。それともう一点、こういった運用変更は今後楽曲を利用するときはと書いてあります。X で過去文の思い出ポストも泣く泣く消したってポストめっちゃ多くて、その辺ちゃんと読まない人から無邪気にこれ違反じゃねって言われるのめんどくさいので予防のため削除するってんだったらわかるんですけど、過去のそういう熱量こもったポストを削除されるのはプロモーションの観点からどっちかっていうとスクエニにとっても痛手に思うんじゃないかなと想像します。そういう記載であることを含め過去文の削除は各々判断できればと思いました。速報以上です。パッチ 7.5 の感想をぜひコメントください。あと一つお願いがあって、自分が初心者の時に、あるいは身の回りの14初心者がこういうところに引っかかっていたっていう話を聞いたことがある人がいたら、大きなことでも細かいことでもいいのでこちらも教えてください。ちなみに私はすらパーティーを知るのがめちゃくちゃ遅かったのと、あとなんか NPC とかにアイテムを渡す時に渡す対象のアイテムを連打しているだけでカーソル合わせなくても勝手に手持ちの対象アイテムを選んでくれるっていうやつもっと早く知りたかったわって思いました。こんな感じで14やっていてもやっていなくてもその月何が起きたのかざっくりわかる情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。